やっぱり日本の海は北欧に比べるとちょっと風が弱いのか知らないけど、こういうような自然に出た曲がりの木がないのよね。みんなまっすぐでしょ。もっと北なのかもしれない。料理人石井義則です。33年和食の料理を作り続けてます。19歳で和食の道に入って、関西で10年修行した後に海外に出て、2021年に日本に再び帰ってきました。今回ここ立川で全く新しい食の体験を提供できる場所を作ることになりました。ここはもともとは戦前から続く無門庵という料亭でした。東京の中で西の中心の一つである立川、この地域の人たちみんなに愛された料亭でした。ご一同様ご起立願います。過去のものを壊すんじゃなくて引き継いでいく最もふさわしい方法がオーベルジュということで、オーベルジュっていうのはレストランを目的としてお客様がご飯を食べに来る、それに対してご希望の方は泊まるところもある、そういうところです。世界のどこに行っても絶対に食べれない、ここでしか食べれないものを提供する。これから1年以上かけてここにオーベルジュを建設していくっていうのがこのプロジェクトです。私の冷氷はいつもと変わらないですね。こんな感じです。これがこの勢いで向こうまでびっちりなっちゃうっていうことはあります。あるんだ。あります。もうビチビチ詰まっちゃって、ね、ジタバタしたって始まらないレベルだよね。新しい料理を作るということはとにかく重要なのが食材です。日本各地にあるまだあまり知られてないような食材を探す旅を始めていこうと思います。冷たいところに住んでる魚のポテンシャルっていうのをすごく興味持ってて、でもっと北海道を掘り下げてみたいなっていう思いが強くなりました。アムール川で溶けた氷が風と潮に乗っかってここまで来ます。ミネラルが豊富で、そのミネラルがここの海で交互にやっぱ動くんで、それが溶けて、それがこの海の栄養分になってます。漁師になったのは17歳。もう魚を顔を見るのも幸せだし、それを食べて美味しいって言ってもらえるとまた幸せだし、こんな環境でこの漁師という仕事をできるっていうのはもう贅沢すぎて。
体が大きいサイズとかもう身質がいい魚が多いです。これ何カジカこれっていうはゴモカジカですね。の？何でしたっけ？ゴモカジカです。ゴモ。はい。なんで生き物としてこうなっちゃったよね。とにかくびっくりしたのはやっぱり技術力。詩を読むとかそういうのももちろんだけれども、少数精のすごいチームだなっていうのは感じました。翔太来た。絶対やってくれる。漁師さんたちがお金にならないって言ってるこういうカジカとかそういうのの類がものすごく種類がいて、みんなちゃんと料理してこなかった魚をちゃんと料理してみるっていうのがすごく楽しそうだなっていうのをしみじみ感じてます。ほら見てこれ、この顔真面目に見ましたこれ。これは、豊洲の方に行ってからシンガポールの方に行きます。独自に魚を売って標別の魚をアピールしたいなっていうのが、発信会の発足の理由です。水槽で飼ってストレスを落として身質を安定させて、こういうでかい個体はやっぱオホーツク海が得意です。他の地区行ったらこんなでかいのあんまりいないって言ってました。もちろん神経締めなどは血抜きで氷締めなどいろんな技術を学んでやってきました。やっぱりしっかり魚を大切に扱っている魚は絶対美味しいし、そこの違いはすごい感じてほしいです。今日これ、オスメスちょっと判断して、いいオスは東京に行きます。ここの野付のホタテが一番うまいんじゃないですかね。俺世界一うまいと思います。ホタテ貝の筋肉の強さ、噛んだ瞬間に押し返してくるような、それプラスうまみがしっかり備わってるので、口に入れた瞬間のそのうまみの量、感じる情報量がやっぱり北海道は全然違うなって。もう単純に自然から渡される食材を東京でお客さんに食べてもらう。自分自身が漁に出ることはできないけれども、その間を一生懸命命を張ってやってくれてるのが林さんだと思うので、やっぱり生産者さんが気持ちが通じる相手というのはより表現しやすいし、きっとここの魚はどんどんいろんな形で表現していくんだろうなと始める前から思ってます。自分が変われるきっかけが息子ですね。魚がいなくなってきてるっていう、すごい取る技術はここ50年ぐらい100年ぐらいでバーンと向上したけど、命をつなぐことに対しては何も向上してないので、やっぱり自分はこの職業が好きなので、なんとかこの息子に後を継いでもらいたいなっていう。そのためにはやっぱ息子の命を継続させるためには、自分たちは魚の命を継続していかないといけない。自然に逆らわず取りすぎずっていうのが寄り添う形かなと。
実施設計が出来上がったのがついこの間です。基本的にはカウンターになります。でカウンター席テーブル席お座敷とある中でここはカウンターの部分。全体は林のイメージ森のイメージですよね。宿泊と4室に限定して最高のものを届けようっていうのが今設計です。あくまで立ち川というここの土地で今回やるので、そもそもがファインダイニングのマーケットっていうのが開けてない場所。前が病院、真裏が電車が通ってる。もうとにかくチャレンジでしかない。だからこそそこに確たるものがあればお客様が来ていただける。私は千葉県野田市で育って、とにかく小さいうちから釣りが大好きで、釣った魚は自分で料理して家族や友達に食べてもらったりしてました。それと同時に手で物を作るっていうことがとにかく好きで、絵を描いたり陶芸したり木工したりと、そんなことを全部続けることができるのはどんな仕事かなって思って料理の道に進みました。嵐山の吉兆に入社したのが、19歳の時です。吉兆に行った理由は、高校で日本一の料理人になるんだって一言言ったら、同級生がじゃあ吉兆行けって、なんだそらって言ったら日本一の料理屋だ。入ったらそれまでの人生とは全く違う世界で、全てが驚き初めてのこと。例えば夏になればまずタデを朝一番で川に取りに行く。川の中州によりいいものがあったら川を泳いで葉っぱを取って、それがあくまでサイドにあるソースであるっていうこと。よく他の人から「なんで吉兆だけそんなに高いんだ、それだけのことをやっているのか」って言われた時に、2倍3倍どころか10倍の仕事やってますよっていうのはもう堂々と言えるようなお店でした。副料理長になったのが5年目か6年目でしたね。京都っていうのは良くも悪くも昔からの文化のいろんな形が昔の通り残っている部分だからこそ伝統が守られる。だからこそ現代のシステムとのバランスが取れなくなってたりだとか、9年経った時に海外に行きたいという思いが強くなって。I met Yoshi-san back in 2015 at the restaurant Umu in central London. Before Umu arrived on the scene in London, there were very few high-end Japanese restaurants in Europe. Yoshi-san's magic in terms of transforming often simple products into unforgettable dishes was something that will stay with me for many years. Everyone can use caviar, truffles, and foie gras and lobster to make fine food. That's, I won't say it's easy, but to use cabbage, carrots, cauliflower, and mushrooms to make equally fine dining, that takes real understanding and a real magic. He's not just a chef, he's also a potter. So he's actually digging the clay to make the tableware that his culinary creations are served on. And that is something I've really never seen anywhere before. And the ultimate result of that was being awarded the second Michelin star in 2017. I started going to Umu restaurant in London. I think as soon as Yoshi-san started cooking there.
I learned that Yoshi-san was teaching fishermen from Great Britain the ikejime technique. He literally revolutionized the way we understand fish there. His legacy, even if he doesn't live in London anymore, is still there. It's becoming more and more widespread. He's very generous. He's very outgoing. He's someone who loves to share his passion and his craft. He loves challenges as well. Now, seeing him here in Tachikawa doesn't surprise me that he's doing a completely new thing. 石井シェフから立川にオーベルジュを作るって聞いて、なんで立川にっていうような気持ちでした。立川は大きなハブの駅なんですけれども、都心から1時間ぐらいかかるすごく緑が多くて住宅街のイメージはあるんですね。スーパーラグジュアリーな食っていうよりも家族で気軽に入れるリラックスしたお店が多いように思います。これ黒やろ。そっちこれ松田。あ、これ松田やで。あ、これでかっ。今日の分に関しては刺身じゃでかすぎるから逆にこれ干してみようか。そうですね、これ干したら。これは北海道の林くんから届いた魚です。そいつカレイやろ。こいつヒラメやん。あれこれはカジカ。普通のカジカはすごい値段がつくんだけど、こいつはつかないと。それをなんとか製品化させてあげようっていうコンセプトで、これを塩水につけて2日後から天日干し始めます。俺たちが海外出てくのに非常に日本語でない言葉があって、それがまさにソースの日本語バージョン。タレでもないし何でもない。じゃあそれを名前変えようっていうのがウジオっていう考え方。うまみに塩分を足すことでウジオになる。いわばソースよね。世界中にあるソースってみんなそれで構成されてるから、今回の場合はあくまで刺身に合わせたウジオ。うま美味しい。無事です。彼は総支配人兼もともとは料理人ですので、料理長というタイトルで2人でトップ2をやろうという。石井さん基本変人なので、人が考えないような考え方をしてくれるからこそ新しい何かが生まれると思うんですよね。もともとないものを作るっていう感覚だったので、和食じゃない和食みたいな。今まで僕も料理やってきましたけど、料理のその考え方だったりスタイルだったり表現の仕方はもう石井さんに任せて、だからあくまで太陽をイメージした中からパワーが外にスパイラルを通して放射してるっていうね。料理を作り上げる形は僕らもやりますけど、で同じことを考えてると同じ人間が集まってくると思ってるんですよね。だからそういう人を集めていくのが僕の役目で、僕ができることってやっぱりみんながより良いチームを作ることだって自分の中では考えてます。初めてのテイスティングでそれぞれの人の感覚がすごく分かったので、そこが俺にとっては嬉しいなと。でも料理の完成度としては 5% じゃないですか。5%。樋口さんとこの味や。頑張って作ってるもん。樋口農園14代目の樋口ですと。400年ぐらい続いてるということですね。吉兆の一番最初の料理人としてうちの畑に来てくれたんが石。
鞘も食べんねんけど、もうちょっとふっくらする小指ぐらいまで。美味しさがもう噛むたんびに染み出してくるっていうね。毎朝来てここの畑で何かしら食べてたから、その土地のその味みたいのをだんだん体が覚えてって、うちの畑でしょっちゅう野菜食べる子がね、給食の野菜を残すんですよ。で学校の先生に怒られたと。で子供に聞いたら「給食の野菜お母さんまずいもん」って「おっちゃんとこの野菜と全然違うもん」って言ったって言うから、でそういう子が言うてくれると、これまたサボれへんねんほんまに。ここに植わってる野菜全部一本ずつ訴えてるんですよ。僕はもうちょっと水欲しいとか、もうちょっと肥料欲しい。でそれはやっぱ毎日見てるから分かるんですよね。石これも味3倍あるわ。そういうの僕はまだ恵まれてる。消費者からの声がものすごく聞けて、消費者の喜んでくれてる顔が見られてるから、まだなんとか苦しいてもやっていけるけど、働いた時給に関して見合う単価になってない今の野菜。なんでこんな苦しいの？農家ってなんでこんな働いてもこんな苦しいのってなってくる。10年15年でなったら日本の農家人口は3分の1になる。だから今をこう日本の農業をどうするかっていう。ここは壊した時にこの壁がどうのこうのっていうのは問題はなかったんですか？あ、そうですね。これあと細かい補修をしてもう一度塗り直す形になります。こういうところが残ってくれるって嬉しいですもんね。そうですね。はい。ここがちょっと今足場で囲われてますけども、レストランの一部メインになるところの吹き抜けになるところになります。これがそういうスペースであそこになって、こっち側がカウンターで、そうですね。カウンターに行く。はい。こっち側がテーブル席で、向こう側小さな個室があって、もうすでにあるあれが残してあるところが大広間です。で完全な吹き渡しは来年の1月10日ですね。はい。時間経つの早いからね。やっぱりこの畑の土壌と水だね。これなんか太いですよね。すごい太いですね。土の匂いがここまで深くても全然すごい有機質の匂いだけですね。ここも東京都っていう全然なんかこう感覚が湧かないんです。こうやってでも自然を利用してこうやって畑になってて、自然に全然負荷をかけてないじゃないですか。でこういう状態でずっと続けていけば、これからもずっとこの状態っていうのがきっと維持されるんでしょうね。そうですね。だから作ってて毎年一緒ですよ。できるわさびも大きさも大体一緒だし、それが一番の得策というか、本当そうですね。いいんではないかと思いますね。でこんなのがね、1年半経つとこのぐらいに育つ、その喜びだね。人間の子供と一緒ですよね。あんなチビだったのが20歳25になったらこんなに立派になって、
美味しい。ちょっと食べた時の後に残る味がすっごい深いですよ。余韻がすっごく長くてあー美味しい。モモモアの木を何かで残したい。まさにそこで、切られて捨てられようとしていた木なので、あえてこういうところは使いたいので、それでしていけば。普通だったら木をこう乾かすのも1年乾かすところはあえて半年6ヶ月乾かした段階で製材して。思った以上に柔らかいですねこれ。いやそれヒノキに似てるけど柔らかいんです。これ以上薄くはちょっと危険かもね。いやもう十分、ねかなりここも1センチ以下になってると思いますよ。そこもいやこっちを磨けばよかったな。パーフェクトじゃないですか。すげえこういう割れ目とかってあるけれども、もともとがこれブモモに生えてた木なので、これもやっぱり自然なことで。私はねダメなんですよ。こういうのがあるともう NG だから。でもこれがまたいい味になるっていうふうに言われると、まあそれはそれでね。やっぱりまん丸とかまっすぐっていうものを職人さんは作ろうとするけど、僕はあえてこの歪みを表現したいなということで。で実際こうやって木のそのものが持つ力が出てきてて、だんだん時間とともに変化していくっていうのも、これもやっぱり木ってそういうものなので。やっぱ石井さんって世界で活躍した方なのでやっぱ素晴らしいので、なのであくまでも石井さんが常にトップであってほしいっていう、僕の中では何も変わらないっていう。料理でより良い未来を作りたいっていう、そこがつながってるんだと思いますけども、なので石井さんを発射台にしてその基地を立川に作りたい。オーベルジョの名前が時戸という名前に決まりました。時戸という名前は2つの意味があって、時と鳥の時。一旦は絶滅した日本古来の鳥トキがこの10年ほどでまた佐渡島で復活したんですけど、刻一刻と変わる空の色、それがグラデーションを描いていて、それぞれ全ての色が時色というふうに呼ばれてます。今あぜ歩いてるとパサパサパサって中で音がしてるのはあれもイナゴですか？イナゴっすね。もうイナゴ半端ないっす。僕がお米初めて食べたのがお寿司屋さん、そうですね、はいはいはい。一番最初の一口入れた瞬間、なんだこのお米と思って、なんかね、魚を探しに来たのにお米を口に入れた瞬間におっと思ってびっくりして、それでシェフに聞いて、ちょうど俺田んぼにいる時に電話いただいて。そうでしたね。相田さん田んぼに最初来た時にびっくりしたのは、もうとにかくたくさんの生物がたくさん住める環境を作り出している。
本当の意味でのその自然を守りながら作っているお米だなっていうのを感じました。うまい米作りするのと環境にいいっていうのはまたちょっと意味合いが違ってくると思いますので、うちはまあその両方を目指していますけども、農薬をまあほとんど使ってないに近いんですよね。もみ殻も捨てないし。もみ殻はどこ行くんですか？もみ殻も田んぼに持ってきますし、オイスターシェルのカキ殻と、あとは佐渡牛の牛糞とうちのもみ殻が混ざってまた田んぼに帰ってきますんで、80年代農業自体が生産力を上げましょうみたいな、農薬をヘリコプターで巻くことがありで、みんなそれに合わせて生きていたっていう、ちょっと考えられない。昔電車でタバコ吸ってるのが OK みたいなそんな時代でしたよ。今じゃもう考えられないですけど。でやっぱりこう当時ヘリコプターで農薬撒いてたんで、その中でたった一人だけ俺辞めるからっていうことできなかったんですよね。じゃあやるんだったら団地化してかなりのエリアを減農薬しないと無理だって話になって、近所のおっちゃんたち声かけたら、8人ぐらい集まって、オイスターシェルを使ったカキ殻の農業と減農薬を同時進行に始めたような感じですかね。誰かやると俺もやるみたいな。で佐渡はそれすげえ早いんですよ。一気にドーンってきましたね。これポルシェです。これはフェラーリですね。フェラーリモデルの久保田です。ちょっとこうやると分かりますよね。目に見えるもの全てが減農薬の世界になっていったのと、あと下水道の整備とかいろんな環境整備が整ってきたタイミングと自然放鳥が重なって、で 2,3 年でこの地域に一気に時が定着してきましたんで、佐渡の人ってピンク色に染まった空を時色って言うんですよ。やっぱ気持ちいいっすよね。朝5時ぐらいに田んぼ見に行って時がもうわちゃわちゃわちゃっているとやっぱ可愛いですし、いやいいとこで仕事してんなっていう、これでとりあえず飯食ってりゃ俺は十分だなっていうふうには思いますね。佐渡ってとこがすごく特殊だなってすごく感じるのが、寒流系のそのタラとかカレー類、そういうものが普通に売られてて、でそれと同時に温暖系のヒラマサとかそういう魚も一緒に売られてるっていう、その姿ですね。買いましたね、みんなで。今日はのどぐろ、メバルからアマダイ、メダイ、マダイと白身系はほとんどありました。何でもこれから秋に向けて白身関係は逆に脂が乗って美味しくなってきます。40年間佐渡で仲買の仕事をしてます。魚を買ってで消費地の市場の方へ送ると、魚を送るという仕事をしています。魚の餌場としての佐渡島と、それから産卵場としての佐渡島っていうのがあって、北からの魚、南からの魚、特に日本海を南北に移動する魚、必ず佐渡にぶつかってきますので。43。はい。バライカがこれの30で30か38ぐらいだな。この33番っていうのが船の番号なんですけど、この船のイカはすごくいいイカが多いです。地元の魚屋さんもファンがいて、この船は他の船のイカより多少やっぱり常に高い値段がつきます。魚の扱いで大体この漁師さんの扱いだなっていうのは分かりますね。すごいね、性格が出るんですよ、その漁師さんの性格が魚に。今のヒラメってどうなんですか？だいぶ良くなってきましたよね、ヒラメね。本当に、夏春先に近いっていうか浅いところ寄ってくるんですよ、5月6月ぐらいに。どんな魚もそうなんですよ。佐渡の周りに寄ってくるのは産卵に来るんで、産卵に来る途中沖で取れる間はすごくうまいんですよ。
もうちょっと大きいのいってみるか。ここは最近は漁獲が少し減ってますけど、今まで1週間に5回出てで取れてたのがやっぱり2回出て取れないっていうような量になってきたんで、もっと沖合で巻き網で取る漁法が進んできて、1回に取ると50トンとか100トンとかっていう佐渡で、シーズン中に取る量を1日で取るんで、魚が次の年って回復するスピードよりも早く取ってしまう。キャッキャッと、そのキャッキャッって動かしてこう液がこうやって踊るとイカがつく。危ない危ない危ない。あ、でかい。でかいですよ。さっきこんなん釣れなかった。落とした？みんな分かってると思うんですよ。魚は取ればいなくなるっていうの。でも取ればいなくなるけども、明日飯を食うためには目の前をあいつが取るか俺が取るかっていう競争を毎日やってるんで、そこですよね。生活とその資源を守るっていう。この時期は量を休もうとかで、大きさはこのぐらいで網の目を大きくしようとか、ルールはちゃんと決まってないけども、こうやらないと来年魚が取れないよっていうその人間の感覚の方が大事なんで、それができれば。おお、一発。あ、違う。ここに通ってたのは約40年前。全然建物変わってないって信じられないですよね。中学生の頃、ある日家に帰るとお母さんがいなくて、しばらく経って警察から連絡があって、隣の県で交通事故に遭って亡くなったということが分かりました。突然のことだったのでショックだったけれども、お父さん自身の方がうろたえるというかバタバタとしていたので、できることは何かしなきゃいけないと思って、そんな中で家族の食事を自然に僕が作るようになってました。お父さんも兄貴も何作っても美味しい美味しいって言って、もうそれしかほとんど言わないような、正直で家族の中では辛い時だったかもしれないけれど、喜んでくれる姿を見てるのはすごく嬉しかったです。次で柚子使うんだもんね。次で柚子は使う予定ですけど、だから柑橘はある程度考えていけばでも使えるかなと思う。その2つです。2個。山になるように持っといて。黒カレーですね。でこっちがはい。こっちは焼いてます。こっちは焼いてない。ベースを書いてあるけど、だしの。素晴らしいんじゃないですか。白ワイン、トマト、玉ねぎ、あと昆布だし。東京都の料理長を務める檜山弘樹と申します。京都の吉兆に4年間勤めていました。その後イタリアに行って6年イタリアレストランで、和食であって和食でない和食、突き抜けようって言いますか、誰もが通ったことない道に行こうっていうのが僕たちのコンセプトなんで。これシャモ、本シャモっていうのは今の時期の魚だけですね。本当に旬、すごくいい魚なんですよね。
炭火で一回塩焼きしたやつを置いといてあげて高温で一気に揚げるだけなんですよ。そうするとオペレーション的にも楽なんですよ。こんな感じ？シャモ。シャモダメですか？いやダメじゃないけど、あくまでこう塩焼きの魚を出しますみたいなテクニックは違うけれども、食べてる方からしてみれば塩焼きの魚を出しますって家庭でできることなので、食材としては感動してもらえるものなんだけど、もう一個先に行こうと思うとあんまり手加えることはしたくないし、だからといってじゃあ何なのっていうところを考えるのを しなきゃいけないなっていうね。で今回が石井さんが言ってたあったかい寿司、ごぼうの炊き込みご飯にバルサミコとワインビネガーの酢で新しい形を作りたいんで、焼いた魚とも合わせた熱いお寿司を出すっていうコンセプトで、うなぎのバージョンとのどぐろのバージョン。でもこれちょっと失敗、まあいいか。だんだんそういう扱いになってくる。失敗は成功のもとです。これは何、ドッグスタイルっていうの？ホットドッグみたいなんで。ああ、そういうことね。もともとないものを作るっていう感覚だったので、和食じゃない和食みたいなことからスタートしてるので、僕の中ではもうイメージはもうずっとあって決まってたことで、言ったら献立の一つとして皿が入るって感じのイメージ。最高です。焦りはありますよね。焦りはあるけど、でも焦っても始まらないので、僕は焦らないだけですかね。焦りたくなるポイントがあるとしたら石井さんの器ないと困りますよって話だって、料理作っても盛るとこなかったの出せないんで僕。無門案の土地から何か生み出せないかという、それを考えてた時にちょうど工事取り壊しが始まってたところだったから、おお、出てきた出てきた。そこの土を取って陶芸に混ぜていくっていうことを。なんかその縄文時代、それより前の時代の文明が発達してなくて、自然の中でこの土地で目の前にあるものを食べてた時代、自然と人間との共存結びつける、そういうのをイメージしたくて、僕が一番最初に立川に来て一番最初に作ったのがこの皿です。これ関東ローム思いっきり関東ロームス、超いい加減でしょこれ。佐沢圭です。副料理長やってます。石井さんはロンドンのウムっていうところで総料理長ですね。エグゼクティブシェフで、僕はスーシェフでその時も入ったんですよ。まあ今も同じなんですけど、コロナの始まりぐらいで京都に戻ろうって言って、その時にもう石井さんはこの時とのプロジェクト始まってたので、人が足りないって石井さんすごく言ってて、で僕もなんかやっぱ石井さんが日本に帰ってきてるから石井さんと働けたらいいなって思ってて、話をしに来たら器をいっぱいこう石井さんが作ってるのを見て、早くあれなんじゃない、ここの線綺麗なの、これ一番あれじゃない、日の出やんか。やっぱりこの人変態だなと思いながら、ただ木工に関しては石井さんの無茶ぶりですからね。全然わかんないのに「はいやって」って言われても「いや待って待って」ってなるじゃないですか。で10月に入ってるし、で12月年末までに終わらせろとか2ヶ月みたいな、これ素人に2ヶ月のノルマがめっちゃあるんですよ。あれも作れこれも作れって、この人たちアホなんかなと思いましたよ最初本当に。器とかデザインなんで、僕が言うのも変ですけど、この建物のイメージがあるじゃないですか。合う合わないとかで、こういうのどうですかって言っても石井さんの一言、いつも返す言葉は好きなようにやったらいいよ。なんて無責任な言葉と思って
やっぱり日本の料理人って特に和食だと厳しいとかそういったイメージ。石井さんはもう全部が真逆にあって菩薩的というかわかんないですけど。ピュアモンスター本当にピュアですからね。なんか吉兆のいる時はもっと全然違ったけど変わってましたよ。だって部屋の中にろくろありましたし、ね、部屋ザラザラしてるわけじゃないですか、砂まみれで。その横に布団があるんですよ。意味わからんですよね。でもまあすごい人でしたけど。ここが入り口で、はい、あっち側がもう一つのお部屋。もう一つのお部屋、はい、新たに作るよりも大変なところもありますね。難しいですね。お客さんがこっちから来て宿泊される方だったら一番最初に入る部分はここで、そうです。この通路を通るんですよね。はい、そうです。これがリビング。リビングの方。リビングで寝室。寝室だけ。はい。お庭が綺麗に見えるんじゃないかなというふうに思います。ここはちょうどレストランの玄関です。こちらに飾り込みのコブができて、なるほどね。はい。ここから入ります。ここから入ってここがレセプションですね。これがレセプションになります。こっちがレセプションで。だんだんイメージ湧いてきた。そうですね。で今ここにできるカウンターは製作をしておりますので、この窓から入れる予定です。長いですのでここに。こっからそこまでが一枚板ですよね。そうです。そうです。なかなか手に入らないやつを用意しておりますので。ロンドンでカウンターで直に料理をするようになってから、料理ってお客さんにどういう体験をしてもらうかっていうのでこれは価値が決まるなと思っているので、料理だけが全てじゃないと思ってるし。今回料理人が作るオーベルジュっていうことで、外の世界から隔絶された新しい食体験だと思うんですけれども、日本料理は伝統料理であるからこそ変わらなきゃいけないっていう思いも石井シェフの中でおそらくすごく強くあると思うんですね。それがなんか石井さんらしさかなというふうに思います。3代目鉄砲地ですから、50年ですね。ちょうどイノシシ狩りは日本どころじゃなくて世界で初めて私が考案したイノシシ狩りなんです。うちの犬を使うと、イノシシがここに寝ていると犬が戻ってきて、で親父イノシシが寝てるからついてこいと。で私はついてって寝てるイノシシをただ撃つだけです。で弾は一発。あ、当たった死んだよ。これだけ火薬を少なくして撃つのは日本で私しかありませんから、肉を炒めないため。基本多い人が多いです。そうどうしても殺したいから。太田さんはとりあえず急所だけを狙うんで、それ以外当たったら逆に太田さんの弾じゃ止まらないです。奥が深いんですよ、レオって。そうなんですよ、本当に。ただ殺せばいいっていう問題じゃなくて、いや普通の人はただ殺せばいい、死ねばいいと思ってるんですよ。私はそんなこと全く思ってないんですよ。そのハンティングする時のヒグマとそのツキノマグマの違いっていうのもやっぱりあるんですか？いやヒグマ命がけになるんですよ。
失敗したらやられちゃうんですよ。まあどっちも死にますけど。あ、そうか、どっちも死ぬか。皆さんジビエって臭い硬いのイメージが、やっぱそれは処理が悪いからそうなるんですけど、料理人なんで美味しいものを提供したいんで、最高の取り方をしてる人ってどうなんだろうって追っかけていったら太田さんに出会うことになるわけですよ、最後は。だから僕も料理だけしてたら、漁をし始めなかったら出会ってなかったんですよね。そうですね。この油の厚みってどうなんですか？いや、まだ全然薄いですね。まだ全然薄い。そんな油がたまんないですよね、この煮干しだと。どうですか？これすごくこう油の甘み感じるじゃないですか。雑味がないっていうのが、旨味と甘みしかないっていう。シイの木のどんぐりを食べたイノシシはどんぐりが甘いんだ、肉も甘くなると、そういうことなんですよ。僕昔イノシシは日本にいた時に食べてたんだけど、でもこんな甘みを感じたことってないんだけど、これなんか違うんですよ。どこのイノシシなんですか？京都でよく食べてたんですよ。京都丹波最高のイノシシなんですけど、残念ながら丹波にはシイのどんぐりないんですよ。あ、そう。そうなんですよ。そのシイがあることでその味が変わっちゃうんですか？間違いなく海岸ベリーにしかないんですよ、これ。それで一番大事なこと、この餌もそうなんですけど、その寝ているイノシシを撃つと、それだったらあれですよね。そう、ほとんどほら罠で取るんで、罠にかかった瞬間に体中にアドレナリンを出しちゃうんですよ、イノシシで。このアドレナリンが出ると肉はもう当然もううまくなくなっちゃうんですよ。本当じゃあ魚と一緒なんですね。大変ですよ。間に合わせるんで間に合ってなくはないんですけど、ギリギリ。もうちょっと今日ぐらいでちょっと一旦のところでおしまいにしてしまわないと、ちょっとその着陸態勢に入れないというんですか。今切羽詰まってるんで、結構運営側として火曜日まで。石井さん、最近石井さんちょっと元気ないから。オープンまであと3ヶ月です。うちの父親がここへ来てちょっと急に体調崩して、それで先週からちょっと入院することになって、連絡が取れない時があって、電話にも出なくて、それで慌てて帰ってみたらだいぶご飯が食べれてなくて衰弱してしまってたから、このタイミングでって本当に思ったけど、でも考えてみるとそういうもんじゃないですか、意外と人生って。おめでとうございます。おめでとうございます。今日は竣工式と、火入れ式がありました。あ、トキトのポーズね。もう今日火入れ式があったことで、明日からもう完全に料理本当にしていかなければいけない。単純にちょっと試しているとかそういう時間はもうすでにないので。
一応ベースとしては14品のコースを作り上げていくので、これでいいんですか？これ入れなくていいんですか？これ入れない。エビの中に入ってますんで。エビの中に入ってますんで。やっぱり最終的にはお客様にこう喜びを伝えなければいけないわけで。焼き身煮込み冷めてあげてミルフィーユ状にしてあげるっていうのはできる。すき焼きあらときというときと風。あら熟成牛っていうのがそんなに喜ばれるものだったらいいと思う。別にここ熟成肉じゃなきゃいけないじゃないのね、基本的にはね。だから自分が好きで自分がこの肉を使いたくて使うっていうんだったら俺はいいと思うんだけど、それがなんかみんなも使ってるし今はもういいからっていうのは嫌だ。君はいい方向に進んでると思います。っていうのもう正直に言っていいさ、二人の父を受けるのは大変です。言っちゃった。でも俺が感じる限りではオーガーナのが絶対美味しいのできるから。でもちょっと変わったのが欲しいんですよ。やっぱ僕がやるの普通のものになっちゃう。変わったものがいいと思う。だから変わったものをどういうエッセンスで入れていくから、まあでも考えますよ。この一品だけでいいけど。正直言ってみんながこうね初めてのことが多いからどうしたってみんな不安になるし少なくともみんなストレスがかかってるのは確かだし、でそれは僕自身にももちろんものすごいストレスになってるしで、多分そういう時なんじゃないですか。今日はそんなにあとあれね日程とか組まなきゃいけないんだよな。僕の父親が入院した時は見つからなかったところにがんが見つかって、それでちょっと進行がどうなのかっていうのを見ているところですね。明日からアルバイトさんが来てここにあるんですけど、面会ができないのと、まあもう一つは僕自身が行くこともできてない。まあ行ってもどうしようもないっていう状態でもあるから。自分自身がこう混乱してる部分もあって、でそれをみんなが逆に助けてくれてるのも確かだし。バターその焦がしバターとか。いや食べてないのまださすがかわからない。でもラビオリ基本的にはそうなんですよ。めっちゃ食べづらい。もうちょいもちもちしたのがいい。もっともっともっと。石井さんがダウンしちゃってますけど、2月3月になっても全然出てこへんし、で議員から「大丈夫ですか?」って話をしたら
ってなって。で先日みんなで話をした時にできないって言われて、だから最近僕がこっちにまた入り始めて。こっち側も酒振ってちょっと焼き目つけたら全然違いますね、味と色が。K さんはそこであれだったんですけどね、いや違う、そんなことを簡単にできないなんて言っちゃダメだみたいな話になって、K さんも一生懸命やってきてたし、ロンドンで石井さんとも一緒だったんで寄りそうだと思うんですけど、石井さんはね、特に性格が優しすぎるんで全部受けちゃうから、だから僕はなるべく石井さんの仕事を取るようにするし、多分一番理解できるのは僕だと勝手に思ってるので、長いし付き合いも一番この中で長いと思うんで。やっぱ石井さんがいるからこそできることや、石井さんがいてくれるからこそあるものってたくさんあって、だからそこを僕は大事にしていきたいので、だから石井さんを呼んだ時も石井さんができないことは全部僕がやるって言ったので、だから約束のためやってるって感じですけどね、僕は。なんだろう、できないって言ってくれたことが僕としては楽になったですよね。だからもう引っ張ってほしいなんて何一つ思わないですし、だから僕がちょっと求めてた部分があったんだなって思ってるので、石井さんこうあってほしいみたいな。基本的には和食ベースですけど、海外にいたのでいろんなアイデアとか日本料理以外の考え方とかも取り入れたり。単純にラーメンの概念をぶっ壊したいな。世界では高い食べ物として、でも日本ではなかなか地位が上がらないから、じゃあどうしたらいいかなっていうことを考えてたっていう。これあれです、フォンドボーですね。フォンドボーですね。子牛のフレンチでよく使います。フォンドボーとマグロもしくはカツオの燻製焼きに合わせていきます。これだけの人間が揃ってるんで、やりゃできるんだけど、やっぱね、新規オープンっていうのは不安しかないわけです。今日は和菓子茶房があるので、その茶房のお菓子の試作です。もう何枚かやってるで、モデル状態、石井さんが来てもう一回モデル状態に作ってもらう。そうですね。おはようございます、石井さん。今やればいい。石井さんの箸そこにぶっ込まれてます。ずっとぶっ込まれてます。たまに僕使ってます。石井さんの思いを勝手に。さすがっすね。もちろんね、なんか家族じゃないから 100% はね分かんないですけど、一番頼りにしてもらえるように頑張んなきゃなとは思ってますけどね。仕事がどうこうというよりはその心の部分での頼りにしてほしいなとは思ってますけどね。ありがとうございます。ありがとうございます。
なんで出てくるんだよ。なんで出てくるんだよ。奪い合いなんだから。嬉しかったですね。基地に来てくれたから。はい、でもよかったって感じですよ、本当に。これからですけどね、でも。石井さんは。でもいろいろありますよ。それはね。入ります。せーの。はい、OK です。ありがとうございます。ありがとうございました。おめでとうございます。おかげさまで、時と配慮ができます。本当にね、魂入れるのは皆さんです。よろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ皆さんは各自の自分たちの宿題とした役割をもう思い切ってやってください。その代わりその後の処理は僕らとしますので、だから失敗は恐れずに進んでほしいと思います。はい。失敗の処理は全て石井さんがしてくれます。本当にこの素晴らしい時といったものに素晴らしいチームが揃ってくれたと思ってます。今日から頑張っていきましょう。どうぞよろしくお願いします。お願いします。ここに本当の日本の真髄を作るっていう、東京のどこにもない特別な宿泊ができて、食事ができて、特別な茶室があって、でも全て新しく、決して古典的なものではなくて、もともとあったものを守りつつ進化させるっていうそのストーリー。この土地を見た時に、ここは住宅地だし、隣は病院だし、山の中ではない。周りの環境は、絶対変えられないわけだから、意識をもっと近いものに活かせるようにする。なんで温泉を掘ってちゃんとここからお湯を出して、ここは本当にもうここにしかない、東京でも一番贅沢な部屋作れてると思いますよ。次長いビール引いたところはカジカがでもそれ出さなくてオープニングまでに陶器と木工の器を合わせて合計で1200ほど作りました。この瓦は当時僕がやっぱり日本に久しぶりに帰って仕事をする、日本で何をやっていいか俺は分かんないよっていう話をしてて、でその時に彼が一言「大丈夫です」と「全部僕がそれをやりますから石井さんはいてくれるだけでいいんです」っていうような、その力がなかったら多分もっと早くへこたれてたでしょうね。
それでもみんなが助け合ってなんとか僕がいなくてもいろんなことを進めてくれた。これだけの経験を持っているシェフが一つの場所に集まって新規のレストランをオープンするっていうのは普通はありえないこと。ジビエと同じようにラムは苦手なのが3人。But not all good. This is the first day today, so we are using that picture. まず波心貝のホタテ昆布締めにしたもので、それに八朔フレッシュのものと冷凍のもの、ホタテ貝から取ったソースを間に挟んでます。The first dish we named rice. So rice. It is rice of everything in this restaurant. 美味しい？Prosciutto fermenting with 麹。煮物ワンに関しては長野県の熟成させた生ハムを使っただしを使ってます。でそれに対して、今日はアコウの実、それから北海道のアスパラガス付け合わせとして使っているのが立川のうどでシャキシャキ感を出してます。お刺身は今日は佐渡の石原さんの鯛を使ってます。でそれに対して奥多摩のわさび、ラオスの昆布と塩だけでできたソースですけれども、それをうまみの塩、ウジオという名前でうちでは呼んでます。Usually you always eat sashimi, just soy sauce and wasabi. That is good style, but we are trying to do not the same. Oh, love that smell. 料理長の檜山が生み出した料理です。マグロの非常に繊細な赤身の味に対してあえて同じ赤身でありながら動物の子牛のフォンドボーでソースとしてます。これは京都の樋口さんから今年の初物として送ってもらったカモナスです。ソーシャイニーの大河原が季節の野菜を非常にシンプルに焼き上げてマグロ節を一緒に食べてもらうっていうお皿です。これは僕たちは厚寿司って言っている料理で、佐渡の相田さんが作られたお米、これで生姜ご飯を炊いて。Normally sushi we use the rice vinegar, but now we are using balsamic vinegar from Italy and also wine vinegar together. 炭火で焼いたのどぐろを上に乗せる。召し上がる時はこれをもう本当に崩して豪快に食べてもらうっていうようなお寿司にしています。料理の最後にやっぱり締めの麺、ぜひ一口のラーメンを食べてもらいたい。
スーシェフの佐沢圭が北海道の波心海の林くんがどうしても売ることができない奥カジカという魚を鰹節のような状態まで持っていって、そこからスープを取って、でそれに静岡の漁師さんが取ったイノシシで作られたチャーシュー。おいしい？How was everything? It was fantastic. 日本の料理一番好きです。一番。That's number one, right? Yes, my number one favorite. The night felt so warm, so inviting, and you know, each dish comes out with a story and with thought and care, and the dish is made, and it's really special. How often do you have a meal where he makes not just the dish, but the dish? I know. Yes. The dish and the dish. Is a ceramicist as well. Everything is like very artisan, meaning that it's all very hands-on, right? Like it's all like with your crafted. I didn't want to say it's kaiseki, Right. because we are trying to go next step, next Because level. what I know is that it tastes so lovely, and then in a moment, it's gone. It's a really present kind of art form. ありがとうございました。ここはもう本当に子供の頃から土手滑りしたり釣りしたりいつも来てた場所です。トキトがオープンしました。オープンして2週間経った時に病院からちょうど仕事が終わって僕は帰宅して家に着いたばっかりの頃に電話がかかってきてちょっとよろしくない状態なので一刻も早く来てくださいっていうのを聞いて、とにかく向かったらその日に父は息を引き取ったっていう。10分15分ぐらい間に合わなかったです。1月の頭に動けない状態になってた時にとにかくお粥は口に通ったので夜中中少しずつ食べさせて、もうそれこそねその後でかなり重いがんだっていうのが分かったわけだけれど、それでも量のお粥を全部食べたっていうのを今でも信じられないぐらい、そのお粥が最後の食事になったので、それを作れることができたっていうのでもありがたいことだなってしみじみ思いますよね今でも。今100なんです今100なんです。みんなより良くしていこうと思う。みんなそういう集団なんでどんどん変わっていきます。100がずっと更新されていくんです料理は完璧にいいと思いますね。まだまだこれからですけど、やっぱり本当に可能性があるレストランだっていうのはつくづく感じますね。石井さんはだいぶダメージがあったのであれですけど、でもまあいい機会だったなと思っていて、だからまた今のスタイルが生まれた。その一人の料理人が料理長となって生み出すのではなくて、多くの技術を持った料理人たちが集まって彼らが一つ一つのものを作って、それを組み合わせることによってここのトキトのコースは生まれていく。
最初の頃僕は自分がリーダーだから自分がやらなければいけないんだ、自分がの思いで突っ走ってたけど何一つうまくいかない。これだけたくさんの人が支えてくれてるにもかかわらずできないものはできないんだと認めるのがやっぱり自分で悔しかったし、お客様が来られてみてこの場所だからできることっていうのはすごく見えてくるし、もうみんなが作り出してくれたんだっていうことに対する思いがぐっと実感されて、自分はなんでこんなに人に恵まれてんだろうっていうことをしみじみ感じた一瞬だったんですね。世界中で「It's like トキト」みたいなとかでもいいと思うんですよ。トキトっぽいねって言われたいなって思ってて、トキトにでご飯を食べるために日本へ行くって言われるようなレストランにしていきたいです。どこにもないものっていうか、それがちゃんと美味しいっていうのも大事ですし、ここでしか食べれない何かっていうものを多分常に生み続けれるので、それぞれの個性を生かしながらそのグラデーションを描いていく、それがトキトです。